はい、こんにちは、深夜です。今日はなんと枚方市の葛葉駅にやってきました。おお、見てこのおしゃれな街。おしゃれですね。こんなおしゃれな街ある？待ってくださいね。枚方大阪ですね。はい。もう深夜さんの地元ですね。地元です。おお。でこの葛葉っていうのは何なんです葛葉はこの僕がもか。はい。う生まれ育った町です。あ、葛葉っていうんですね。そうです。僕これ初めて聞いて、漢字も最初読めなかったぐらいなんですけど、葛葉っていうんですね。はい。で僕はこの葛葉にいろいろ引っ越して葛葉を何軒か住んでたんですけど、葛葉内で。はい。はいはい。まあその中でも一番長かった家に今日はこれから行ってみようと。実家ですか？実家はもうないんで、はいはいはい。もうそのあった場所にまあでもその家族と住んでた場所、ね、そうそうです。めっちゃそれ行って大丈夫なんですか？わかんないですけどまあでもとりあえずせっかく来たんで行きましょうか。はい、じゃあまあせっかくなんで葛葉の街を紹介しながら。おー、いいですね。町屋さんも庭っすもんね。はい。ちなみにここは、はい、僕が住んでた頃は何もなかったです。あ、何もなかったんですね。何もなかったじゃないけど、ここは松坂屋があって、でここに噴水がありまして。あ、噴水っぽいですもんねこれ。はい、今噴水じゃなくなったんですね。でここはなんかこんな建物じゃなくて、なんかまあ商店街的ながあったんですよね。でもこの葛葉モールがすごいですね。もう葛葉モールがすごいんですよ。もう何でも入ってるんですもんね。もう多分何でも入ってる。あっちも葛葉モールだし。葛葉モールですよね。いつかのレイクタウンのイオンほどはでかくないですけど、はい、そういう雰囲気ありますよね。そうですね。本当これは僕の住んでる時にあってほしかったですね。これあれば大丈夫ですもんね。これ大丈夫です。これがあったら葛葉から出てなかったかもしれない。そうですよね。全体的にめっちゃ綺麗なんですよね。ちょっと来る前はもっとこじんまりした感じなのかなと思ったんですけど、でもなんか特急みたいなの止まりますもんね。そうなんですよ。特急が止まる。大きい駅なんですね。はい。でも僕が住んでた時は特急は止まらなかったです。ここの銀行は昔からあります。ありますか？三井住友ではなかったですけど、そうですよね、合併してるんですもん。合併前のなんかありました。あのガラス張りのは何なんですか？あれは知らないです。いろいろ入ってます。あれもなかったです。銀行も入って。ほら見て、こっちにも。あ、これ葛葉モールか。これも葛葉モール。葛葉モールやば。見て、東宝シネも入ってるし、ユニクロもあるし、ユニクロは今書いてありましたね。やば。トイザらスもあるし、あ、スポーツ店もある。でかい。完璧じゃないですか。完璧なんですよ。まあこれは僕の住んでる時にはなかったんですけど。あ、これはなかったですね。はい。てか何もかもなかったですけど。そう、なんか繋がってるんですよね、全部。多分モールきっと。そうみたいですね。そうですね。てか元がどんなんだとか覚えてないもん。覚えてないですか？変わりすぎて。この信用金庫はありました？どれ？京都信用金庫。ちょっと覚えてないです。覚えてないです。ガストはありました？どれどれ？ガストです。いや、ガストなんて東京来てから知ったから。本当ですか？じゃあいつまでいたんですか、葛葉には？ディラン・グレーを？いや、ちょっと待って、あれ見て。はい。あれが馬淵教室です。馬淵教室。はいはいはい。あれはもうすごい有名なもう、はい、塾です。馬淵教室。馬淵教室、葛葉校がここにドーンとあります。あ、葛葉校。はい。これはちゃんと覚えておいてください。あ、わかりました。今から行く家あるじゃないですか。はいはい。それはどのぐらいの時期に住んでたんですか？それは多分小1から。小1から、はいはいはい。とりあえず小3ぐらいまで住んで。小1から小3、はい。短いですね。はい。でそこ一回ぶっ壊したんですよ、家を。はい。更地にして、はい、で新しく建てたんですよ。だからその建ててる間1年はちょっと違うところで。あ、なるほどなるほど。で父親が建築関係の仕事なんで。あ、そうなんですね。で父親がもう設計して建てた家ですね。
でそっからはい。中2まで住んでました、そこに。要はだから小3まで住んで1年1年どっか行って小5とかからまた住み始め住みて始めて中2中2まで住んで、じゃあ 4年とかですかね多分。で1年後にまた戻ってきてそこの家にはいはいはいはで高2まで住んでました。い。それ中2から中3はどこに行ってたんですか？兵庫県にいました。あ、そうなんですね。本当に転々としてますね。その兵庫のは、はいその中2の時に、はい親がなぜかはい。兵庫県で家買って、そこはじゃあどうしたんですか？でもそこ持ってる状態ですか？そのクズハの今から行くところ。いやその兵庫県買って、はいでで転校したんですよ僕。はいはいはい。してますよね。中1のこの大事な青春時代にこのはいは転校させられたんですよ、本当そうですよね親の都合で。いはい。兵庫ですよね。転勤とかならしょうがないけど、はい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 。ただ親がそこに住みたかったからっていう理由だけでその兵庫県のとこ住んで転校したんですけど、はい。じゃあそのクズハの家がはい売れなくて、あ、なるほどなるほど。今から行くところが。そうはい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 。売れなくて、であれどうしようって1年ぐらいどうしようってなってたらじゃあもう兵庫の家もとりあえず売りに出してみようってなって、はい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 。じゃあ兵庫の家の方が先に売れちゃって、でもうまた戻ってきたんですよ中3で。あ、わかりました。じゃあ兵庫が良くて、はいもうそのクズハの家を売る予定でも買って、そでクズハの家を売ろうとしてたのに売れなくてう、そう兵庫の方が先に売れちゃって、そ仕方なく戻ってきたっていう。そこでクズハの家が売れてればずっと兵庫にいたっていう。ああ、なるほど。といすうごいですね。わけのわからない都合で振り回され、振り回されてますね、確かに。で中3で戻ってきて、はい。でなんかずっと売ってたみたいなの、その家もクズハの家もはい。売ってて、なんか高2の時に売れてまた引っ越していくという、それでそことはお別れです。それでお別れです。じゃあそれ以来ってことですか？行くのは。そうです。まあでもシアさんもほどなくしてディル・アングレイを組んで割と東京すぐ行きますもんね。そうですね。間もなく。まあじゃあそこが一番今から行くところが一番長いっちゃ長いってことですね。そうトータル的には。そう。僕調べだと、その昔のインタビューとかで、はいはい。そのドラムを始めたきっかけみたいなはい。のなんかインタビューとかで読んでるじゃないですか。はい話してるじゃないですか。はいで僕読んだのはなんか家にその地下になんか部屋みたいなのがあって、はいはいはいそこで叩きまくってたはいはいはい。のを知ってるんですけど、はいはいそれがそこですか？そう、それがそこです。え一回更地にしてから地下掘って上に建てたんで。それ地下何の部屋なんでしたっけ？で地下はもともと母親がなんかラウンジみたいなのあ、そうですよね。やるためにはいはいはい。地下掘ってそこで店やってて、でまあドラム始めた頃はもうやってなかったからはい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 。余ってたから、そこの土地というか場所が。あ、じゃあそこに行けるんですね今から。そうです。今から行く家はもうその売れたわけですよね。そう。だからその後その別の人が住んで、まあでももう何十年も経ってるってことですよね。そう。どうなってるかはもう分かんないっていう状況ですよね。Google マップでちょっと見ました。あ、ちょっと見てください。でちょっと僕はじゃあ楽しみに行きたいと思います。ちなみにこの辺にペットショップがあって、はい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 。そこでパピヨンのパピーを買ったんですけど。ああ、ワンちゃんでもありますペットショップ。もうないかな、ペットショップ。なさそうですね。あ、もうなくなってる。でここの公民館で初めてライブをやりました。これもある。ここや。ここだ。めっちゃ可愛い。本当だ。うわ。猫超多い。うわ。猫めっちゃ多い。うわ。てか超可愛い。いい。欲しい。欲しいんすか。ここで生まれたよ。めっちゃ可愛い。何これ。可愛いっすね。これ兄弟全員。まあ兄弟の可能性もありますよね。絶対この2匹絶対兄弟でしょ。このセットですよね。ペアずつ。そうですね。可愛い。見て。見て。やば。猫多い。あ、
じゃあここじゃないですか。ここだわ。クズハペットセンター。あ、そう、ここだ、ここだ。うわ。じゃあ深夜さんの記憶は合ってました。おお。うわ。みんな寝てる。寝てますね。うわ。大きいですね、こうわ。こ。同じ向きでね。全員寝てるやん。深夜さんここで買ったんですね。ここでパピじゃあもうヨンのパピここずっとあるんですね。あと、オウムの王ちゃんも買いました。オウムの王ちゃん。あ、じゃあ、オウムの王ちゃんはここから逃げてきて、うちに来たんですよ。逃げてどういうことですか。いや、オウムがここから逃げて、うちに来て、で、連絡したら、うちから逃げたやつなんで、あげますって言われて、何ですかそのエピソーそのまま買ってた。ド。何ですかそれ。あ、で、そこですね。そう、アスパ公民館で初めてライブした。これも変わってないですね、多分。あ、変わってないですね。このちょっと古さありますもんね。ここで同級生100人ぐらい集めて、ああ、でもいいですね。 5バンドぐらい出で、て、4バンドドラムやってました。それコピーバンドですよね。あ、オリジナルもありますよ。コピーはやりました。コピーもやりました。どいんなのやったんですか。や、かまいたちとか、あプリンセスとか。あ、なるほどなるほで、ここ見て、ど。はい。公園ですか。これ幼稚園。これ僕が通ってた幼稚園。あ、そうなんですか。はい。へえ。ぱっと見、あ、まあでも幼稚園か。見て、このおしゃれな公園みたい。ローズ幼稚園。本当だ。幼稚園。全然こんなんじゃなかったけど、あ、そうなんですね。はいちょっと綺麗になってます。綺麗になってる。ああ、なるほ僕この幼稚園の頃、ど。はい。今行く家よりもうちょっと幼稚園に近いとこに住んでたんですああ、よ。なるほど。でもなぜか、で、帰りは、バスではい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 。送ってくれるのね。はい。そのバスが、もう幼稚園から近いせいか、僕が最後になって、幼稚園に戻るっていうシステムだったんですよ。はい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 。近いがゆえに。近いがゆえに。はいはいはで、1時間うわ、意味のないバスに乗って、もうそれが嫌で、もう歩いて帰ってたんですよ。一人で。それでなんか親が多分言ったかなんかわかんないんですけど、バス変えてもらって、はい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 。あ、そうできるんですか。はい。で、なんかもう僕が一番に着くようなコースになってました。でも、もう車だったらすぐってことですよね、もう。いや、もうすぐ1分とか。なのに1時間。そう。本当1時間なんて、もう1時間早く帰って遊んだ方がそうです得じゃん。ね。移動の時間ほど無駄なもんないから。その時ぐらいからその考えが生まれたんです。そう。だから今も移動は本当厳しいですからね、シアさんは。今メンバー車とか乗らずにはい一人で行くのは、そういうのがあって。はい、その40年何も変わらず。なんでその高2の時に、はい。引っ越した時に、はい。まあ葛葉駅は変わらずだったんですけど、はいはいはい。葛葉駅まで徒歩で行けてたのが、バスで30分乗らないと葛葉駅に行けなくなったんですよ。なるほど。最後の高校の2年ぐらい。はい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 。移動時間ほど無駄なもんないからね。でもまあそれもしゃあなしですよね。しゃあなしだ。売れちゃったからですよね。そう。そこの家が。ほんと振り回された人生でした。でも親っすよね、それ。そうです。完全親の都合で。まあこの町がでも一番思い出深い町ですね。そうですね。まあ一応飛び飛びだけど小中高とそうですよね。過ごしてるんで。そういうことですよね。だからもう確実にこの道とかも歩いてるわけですよね、シアさんが。そうです幼少期に。そしてあれ見て、ヤマハ音楽教室。はいはいはいはここにドラムを習ってました。い。シアさん習った時あったんですか。 2年間習ってました。それ僕知らなかったですね。中3と高1の時に。あれ中1ぐらいで始めたんでしたっそけ。でもうその時地下にもうあったんですか。そうでもうここでちゃんと習ってたんですね。う。ここで習ってた。中3でもうやっ。てないですけど。それは身になってますか。あ、今ちょっとなってる。あれなんか楽譜はなんで読めるんでしたっいや楽譜は普通にけ。吹奏楽。学校で習ったから、小学校のそうなんですね授業で。これはどうですか。フードマーケット好み屋。ここなんだっけな、ここ田んぼだったけど。マジですか。うん。まあサンドラックは新しそうですけど、好み屋もじゃあ割と新しめですか。これなかった。なかったですね。この上新電機もはい、ここにはなかった。移転してここに。
駅前にあったんだけどな。ここスーパーだった。あ、そうなんですね。ここで家建て直す前は、はい、ここで店やってました、母親は。そのラウンジ的なやつ。ラウンジって何ですか？そのまあお酒飲める出して女性がいてみたいな。すごいですね。もう近いですよ。近いですか？はい。結構これまだ大通りですけどね。はい。これ通り沿いですか？通り沿いです。すごっ。ダイソーでかっ。僕は前緑電化っていう家電屋さんだったんです。がダイソーになったんですか？はい。でここの屋上がすごい駐車場になってて、そこでローラースケートの練習をずっとしてた。あんま車いなかったですか？車いない、夜だから。もう近いですね。もう近いです。はい。はい。どれですか？ここです。あれちょっと待ってください。まぶち？はい。さっきのまぶちですね。そう、ここの、はい、その建物をまぶち教室が買ってくれて、20数年前に。で、そこを塾として使ってたんですけど、もうまぶちがもうあまりにもでかくなりすぎて、あんな駅前にでっかいビルができるようになったんですよ。そのシアさんが住んでる時に買ってくれたのはまぶちなんです。そう。だからくず箱はここにあったんです、本当は。シアさんの家。そう。もう地下とかをそのままにして。でも大きくなりすぎて。どんどん移転して、もう今じゃあんなビルになってる。だから覚えといてと。そう。振りがあったんですね。そう。あっちゃー。もう更地に。完全更地ですね。こっから地下に行けて。あ、じゃあもう地下も埋まっちゃったんですね。そう。で、1階はファミコンショップに貸してて。はい。テナントで。はい。で、2階、3階を住居にしてたんですけど。じゃあファミコンショップあったんですね、ここに。そう。モンキーランドっていう。よく覚えてるか、それ家ですもんね。で、多分これあれですね、じゃあまぶしさんがまだ土地は持ってて、駐車場みたいになってるんですね。そう。このバスの駐車場みたいな。そう。これ Google マップで見たら、あ、更地になってると思って。あ、じゃあオチは分かってたんですか？はい。で、まぶちっていうのも、あ、そうか、まぶちは当時からですか？でも年代別のストリートビュー見たら、2017年まではありました、建物は。それはシアさん家そのまま使ってやってたんですか？そう。それなんかまぶち3号店みたいな感じでやってた、その最後の方は。なるほど。こう地下をなんか駐輪場にして、1階、2階、3階と塾にして。だからこれ全部埋めたってことよね。そういうことっすよね。じゃあもうシアさんがこの下で。そう、この下で。ひたすら叩いてたんです。はい。まるでコーストのようになくなってしまいました。本当っすね。どうですか、久しぶりに来て。いやー、あんま何も思い出さないです。まあちょっと家もないですもんね。はい。というわけで、ここが住んでた家でした。はい。更地です。更地ですね。まあでも久しぶりに来れたということで。はい。はい。まあもう多分来ることはないと思うんで、そうですね。目に焼き付けて帰ります。はい。さよなら。